日本で進む貯蓄から投資への転換。そんな中、国会で取り上げられたのがNISA貧乏という言葉。お金に対して考えずに、ただ見よう見まねで真似してる制度は国が設けましたからみたいな、そんな順番になっているので、小学生から金融を学ぶ時代、資産運用の推進で生まれる新たな格差も。円安、物価高、将来への不安。あなたはお金の備えできていますか？投資を始める前に知ってほしい資産運用の心構えを金融教育のプロに聞きました。大家好。今回は過渡期を迎えている日本の資産形成について考えていきたいと思います。ゲストをお迎えしています。株式会社 F 学社長の園田裕樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。園田さんのプロフィールをご紹介させていただきます。2011年に野村証券に入社され、上場企業から個人まで1000社を超える資産管理に携わり、延べ数百億円の資産運用を経験されました。仕事に従事する中で金融リテラシーの低さや金融を学ぶ場がないことに問題意識を持ち、2018年に株式会社 F 学を創業されました。そして台湾からはジョエル福澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず園田さんの F 学がどんな企業なのかというのを伺いたいんですけれども、F 学っていうのはファイナンシャルの学校で、F 学という名前なんですけれども、金融教育に特化したビジネス展開してまして、一般向けの方の金融の学校ではなくて、専門家向けですね、銀行の方とか証券会社とか保険会社とか、そういうプロ向けの金融の学校を行っているのが、私がやっている F 学という会社になります。会社の数でいくと結構もう幅広く金融機関にはお邪魔させていただいてまして、銀行さんでいくと年間で68校ぐらいで、証券保険でいくともう本当無数にあるんですけれども、大体1年間で2万名ぐらいの方に金融研修をさせていただいているような、そんな学校になります。先ほどプロフィールでもご紹介する中で、日本の金融リテラシーの低さだったりとか、金融教育の場がないことというところに問題意識を持たれたとありましたけれども、この F 学の創業を行った経緯というのを教えてください。私がもともと証券会社にいた時に、その金融教育大事だなと思っていたきっかけが、大きく2つあるかなというところで、1つはやはり守るために金融知識大事だよねっていう観点と、もう一つは豊かな人生を歩むためにやっぱ金融リテラシー大事だよねみたいな観点で、守りの方からいくと、例えばですけれども、私が証券時代にですね、それこそ詐欺に遭われたお客様とかいらっしゃって、で当時20% の利回りが出ますみたいな、でそこに対して数千万入れちゃいましたみたいな、でそこに対して今度はさらにその方がですね、じゃあ行政から詐欺に遭われて、で、かわいそうですねと、で大変でしたねと、行政ですけれどもそこの対応しますので、個人情報を教えてくださいって来た人がまた詐欺だったみたいなっていうような事案もあったりして、これだけ聞くとなんでそんなことにはまるのかって思うじゃないですか。でもそういうのは結構日本ではですね、たくさんそういう事件が起きてまして、そこには詐欺をゼロにすることも大事なんだけれども、現実そうはならないよねと。例えば冷静に聞けば 20% で利回り出る商品があるなんてですね、考えられないわけであって、最低限のやっぱ自分の身を守るために金融リテラシー大事だよねと。ただ日本にそれを広めていくような、そういう動きがあるかというとないと。ならやっぱそういうのを誰かがやらなくちゃいけないよねと思ってたのが一つと。でもう一方で、豊かな人生を歩むとなった時に、それこそ人生のキャリアを考えていく時に、日本人って、その成長していく過程で、例えば大学に入った時に、じゃあ先輩がどこの仕事に就いているかとか、自分の親がどんな仕事だったかみたいなところで、若いうちにいろんな自分の将来の働き方だったり人生の幅があるんだって知ることによって、新たな夢ってどんどん湧いてくると思うんですよね。でそういう環境を作っていくためにはやっぱりその金融の知識だったり、経済の知識って大事だよなと思ってまして、でそういうのをやっぱり同じように教えていくような、そういう動きって国内にないと。
なのでそういった、豊かな人生を歩むためにもやはり金融に対する、教育って大事だよなというところで、我々が末端に出てやったところで影響力ってたかが知れてるからですね。もう一つ上の金融機関だったりとか、そういう公的なところとそういう動きを、組みながら展開していくことによってより日本が豊かになるんじゃないかと、そういう思いでですね創業したのがこの F 学という会社になります。私は金融教育をなかなか受けてきていない中で、投資っていうと怖いというか、本当にお金が増えるのかなとかやっぱり知識がない中で投資を始めるのってものすごく不安で、正直と全然投資による資産形成というのをできてない状況なんですけど私みたいな金融知識がない人間だとお金に関するものを考えるときにやっぱりもう銀行員さんが言うことは間違いないというか、そういう金融に従事している方への、すごく信頼をしているんですけれども、そういった金融機関に研修を行う中で金融のお仕事に従事されている方の金融リテラシーというところについてはどう思いますか？そうですね、クライアントさんなので、下手なことは言えないんですけれどもその中にもやはり濃淡があるっていうところで、それも窓口に行ってたまたま目の前についてくださった方がすごい金融リテラシーを持たれた方でアドバイスを的確にしてくださる方だったらいいんですけれども、残念ながらそうじゃない方もいらっしゃるというところで、ユーザー側としてはやはり一つの金融機関だったり、一人の方に対してそうなんだって信じきる話じゃなくって、手間はかかりますけれどもやはり何人か何社かちょっと聞いて、でそうするとなんとなくコンセンサスが分かると思うので、これは正しいんだろうなと、これはちょっとどうなのかなみたいな形でやっぱ自分で判断していくっていうところは重要かなというふうに思います。そうですね、本当にそうだと思います日本の今金融教育の現状について一旦おさらいをしておきたいんですけれども、日本では学習指導要領の改定で2022年の4月に高校での金融教育というのが義務化されました。この背景には他国と比べた日本の金融教育の遅れですとか資産形成の必要性が高まっていることというのがあると思いますけれども、現在の日本のこの金融教育、そして外国のいわゆる金融教育の先進国と言われる国の金融教育っていうのはどのようになっているのかというのを教えてください。まず国内のところからいくと、日本にも義務化がようやくスタートしたみたいな状況で、ただこれまでもなかったわけではなく、どちらかというと詐欺に遭うのを気をつけましょうとか、友達同士でお金の貸し借りやめましょうみたいな、そういうなんか事件事故に巻き込まれないような金融教育っていうのはなされてきたんですけれども、ようやくここから運用ですとか、そういう豊かになる方の金融教育も力を入れていこうっていうのがようやく日本も動きが始まったような現状にあると。高校に限らず小中でも金融教育を課外授業で行うような学校が出てきていたりとか、あとは一部の学校ではファイナンスのコースを設けて金融を教えるとか、そういう動きが出てきているので、少しずつ日本もこれからはそういった意味では豊かになっていくのかなみたいな兆しが見えているという段階で、一方で、アメリカだったり、ヨーロッパの方ってどうかというと、それこそ中学校とか、小学校の頃から金融教育が行われていて、でそういう子たちはやはり見ていると、そういった教育がなされたタイミングからやっぱり少しずつ経済的に豊かになる子どもが増えていったり、ただ一方でちょっと問題視されているのがやはり格差が広がっているっていう実態がありまして、一長一短でやはりそういう教育が、日本もここからどんどん進んでいくんでしょうけれども、やっぱりそういった教育を受けた子どもと受けてない子どもって、さっきの話と一緒で、人生に幅が大きく変わってくるかなと思いますので、やっぱりその学校任せにするんじゃなくって、やっぱり保護者の方が子どもたちと一緒にお金についてちょっと会話したりとかですね、そういった動きが今後はより重要になってくるかなというふうには思っています。日本でいくと私のおばあちゃん、祖母、祖父母の世代だともう銀行に預けておけばお金が増えるというか、いろんな銀行にちょっと口座を持ったりと少しやりくりをして、利子ですかね、そういうところで資産を形成していくというのが当たり前だったんですけれども、昨今ですともう利率もすごい下がってしまって、政府の方でも貯蓄から投資へというふうに資産形成の方針転換みたいなものが行われている時だと思うんですけれども、資産形成変化だったり、投資の動きがなぜ高まったのかというところを改めて伺っていいですか。これ面白くって、戦後ですね、国民に対して、金融に対する情報発信は必要だということでずっとやってきてるんですよね。なので戦後立ち上げたのが貯蓄推進委員会って聞いたことあります。
ないです今じゃもう全く聞かなくなった言葉なんですけど、国民に対して、貯蓄をまずしましょうと、で金利でおっしゃる通りで回していきましょうというのをずっとやってきたんですね。でそれが2000年頃から貯蓄の文字がなくなって、で今というのは金融広報推進委員会みたいな名前になっていて、何かというと2000年ぐらいからもう金利がもうほぼゼロみたいな、ものすごい下がってしまったんで、この状況で国民に対して貯蓄しましょう貯蓄しましょうって言ってもこれは国民のためにならないよねと。で今どうなっているかというと、運用を普及させていこうということで、NISA が導入されたりとか、そういうことをやってるんですけれども、さっきの子どもの話と一緒で、じゃあこの動きって、何を参考にしているかというと、やっぱり欧米を参考にしていてですね、アメリカでいうと529って数字で529プランとか、いわゆる401K とか年金を運用しましょうみたいな、でそういう制度を持って国民に運用を普及させようって始めたのは1980年ぐらいアメリカで、そこからじわじわ運用が普及していって、今アメリカって運用大国みたいなイメージあるじゃないですか。あります。でようやく国民が運用するようになっていったっていうような歴史があるので、おそらく日本でいうと2014年ぐらいから、NISA 導入されてみたいな動きなので、ここから少しずつ運用がやはり普及していくだろうと。ただここで気をつけなくちゃいけないのが、やはりアメリカそれから何が起こったかというと、それによって運用をやった人と、そのままやらなくて労働収入だけで資産を積み上げていった人で、資産格差がやっぱり今社会問題化されてるんですよね。なので間違いなくここから日本もそうやって少し運用をやっていこうという人と、怖いからちょっとやめとこうかなみたいな人で、多分ここから10年後20年後資産格差が広がっていくというような懸念も一つあるので、やっぱり一歩踏み出してもう金利で運用できるような世の中じゃなくなっているので、そういった株式とか債券、何かですね、そういった事業投資みたいなところを少し自分の資産運用の中に組み入れていくというのはすごい重要かなというふうに思います。欧米だとかヨーロッパがやっぱり金融教育進んでいるというお話だったんですけど、台湾はどうなんですか？台湾の方が日本とちょっと似てると思います。戦後はね、政府から台湾の国民たちはお金が銀行に預かれば利息もありますよという話があるんですよ。ただし台湾の中学生とか高校生の方が金融資産という投資ということはもう結構興味あるの方がだいたい4割くらいがあるんですけど、いろいろ金融知識の方が YouTuber の方が5割くらいと SNS の方が4割、残るの方が友達の口コミだから、正しいの金融知識があまりきってないです。日本のような中学生とか高校生、教える金融知識のやり方はまたないです。またやってないだから5割くらいの学生さんが投資の今日とか興味あるんだけど、大体はねその中の5分の1くらいはね、先のことがあったことある。そうだからこれがもういろいろはね正しいの知識を教えないといけないじゃないなと思いました。でもそのジョエルさんの今お話にあったような、若い世代で、SNS とか YouTube とか、友達の口コミとかそういったところで、金融教育の知識を入手してるっていうのは日本でも起こりうるリスクかなともちょっと思ったんですけど。いやそうですよね。やはり日本だけじゃなくてやはり海外もそういった詐欺とかに巻き込まれたりみたいな話があるんだなっていう。今その台湾の方では日本みたいな感じで運用というか、投資の方に進んでいっているような状況なんですか？そうなんです。会社の掃除のおばさんも TSMC の株はね持ってますと。日本では今、新NISA、将来老後への不安みたいなものからやっぱり投資とかそういったところに踏み出す世代の方っての多いと思うんですよね。で、そんな中で衆議院の国会の方で NISA 貧乏という問題が取り上げられました。そちら結構ネットニュースとかでも話題になっていたんですが、若い世代の方ですね、20代30代そこまで給料が多くない方が投資にお給料のすごい、多い割合を投資することによって今の生活を切り詰めているっていうようなそういった現象なんですけれども、この NISA 貧乏っていうのはなぜ起きたのかっていうのをお考え伺ってもいいですか？今投資に回すお金が多くて今の生活が苦しいっていうそういう話だと思うんですけど、これって、それが正解か不正解かみたいなのって、判断軸ってちょっと時間軸を持って判断する必要があるかなと思ってまして、何のために投資をするかあくまで手段の一つなので、
将来の豊かさのためにするのか、今の生活のためにするのかみたいな話で、それこそ確かに今は生活費が苦しくなるかもしれないけれども、そのお金が働いてくれて老後は豊かな生活につながるのであればそれは正解だと思いますし、例えばその学生さんがですよ、一生懸命部活頑張ってますと、でそれを一生懸命頑張ったがために今の時間がなくなって、で友達との時間がなくなって、これでもう友達との豊かさがなくなったよって。でもこの学生さんが部活を頑張ったことによって将来プロスポーツ選手になったりして豊かに生活を送るみたいなイメージ湧くじゃないですか。そうですね、いわゆる青春を犠牲にしたけれども夢を叶えたということですよね。そうですね。何のために、自分は今運用しなくちゃいけないのかとか、何を優先順位高く、大事にしていくのかみたいなところをしっかり考えていくと、であれば今ちょっと節約をしても投資するのは正解かもしれないしみたいな、でそこにお金に対して考えずにただ見よう見まねで真似している方たちが多いので、やっぱそういう単語が出てきてしまうのかなというふうに思います。台湾の投資するの場合は銀行の投資相性のアンケートがちゃんとやらなければいけないです。例えばあなたの資産運用とかあなたの性格とかアンケートがねあるんですよ。それアンケートが取らないと投資できないという規則があるんですけど、日本の場合はそういう投資の前のアンケート調査がないですか？結論から言うとそういったなんでしょう、アンケートを取った上で投資に移るっていう行為は日本にはなくてですね、ないですよ。でそして今すごい NISA が普及が進んでるんですけど、やはり台湾と一緒で日本も若者って SNS を見ながらやるので、NISA 口座の大半が今もネット証券なんですね。販売ランキングみたいなのがわーっと出てきて、でみんなトップを買っていくみたいな、そんな流れが大半というのが今の日本の実情という形になっております。すごいいい制度ですよね。知りたいですよね、本当に自分に何が一番適しているのかっていうのを提示してもらった上で投資を一歩目を踏み出すっていうのは、本来であれば冷静に考えて必ず必要なものなんだけれども、どうしてもやはり日本にはそこがなく飛び越えて、とりあえず投資してみましょうみたいな、そういった制度は国が設けましたからみたいな、そんな順番になっているので、確かにその台湾の制度はぜひ日本にも持ってきていただきたいなと。ですよね。投資は食べ物じゃないからランキングだけ見るはねダメと思いますなんですよ。そうなんですね。はい。先ほど高校は金融教育義務化になったというお話ありましたけれども、園田さんからもそういう小学生とかでも課外授業で金融教育をしているっていうお話もありました。小学生で株の話とかしても難しいのかなとも思うんですが、そういう小さいうちから金融教育を行う重要性というのはどういったところにあるんでしょうか？なるほど。ですね、大きく3つあるかなと思ってまして、で一つはやはり要はそのお給料の大切さを学ぶことによって、お給料大事だよねと、お給料ってどういう構図になってるか因数分解してみようみたいな、これ小学生でもしっかり理解できるんですけど、何かというと、ざっくり言うと時給かける時間じゃないですか。そうですね、お給料って大事だよ、時給かける時間だよと。で時間って限られてるよねと、じゃあ時給をお給料を上げるためには時給を上げるしかないんだけどと。じゃあ時給って何かというと、これ自分の価値だよねとですね。だから自分の価値を上げることによってお給料って高くなるんだよと。じゃあ自分の価値を上げるためにはどうすればいいかなっていうと、勉強頑張ったりとか、スポーツを今頑張ることが将来につながっていくんだよみたいな形で教えてあげると、子供に金融を教えてあげることによって、だから今自分は頑張るんだっていうモチベーションにつながるみたいなところが一つですね。もう一つは純粋にお金の大切さやっぱ理解できるようになるので、そうすると自分が今生活できているのってやっぱお父さんお母さんのおかげなんだなっていうので、やっぱ親への感謝につながる、やっぱ家族にとってもプラスに向かうっていうところと、あとは自分の人生の幅、小さい頃から世の中の構造を理解することによって、それこそ例えば国内に限らず
将来台湾で働いてみようみたいな、そんな選択肢だってありなわけじゃないですか。でそういう世の中に目の前にあるものって全て仕事なんだみたいな、で自分の人生ってこんな幅広いんだみたいなのを理解することによって、子どもの夢につながっていくんで、もっと前向きな子どもが育っていく、なんかこういったメリットがやっぱ小さいうちから金融教育を受けることによって得られるメリットかなというふうに思います。例えば私親ができることというか、そういったのってどういうことがありますか？なるほど。家庭でどのように金融教育をしていくかという、そうですね。しかもこういうちょっと金融リテラシー低めなお母さんがやるというかなんか面白い事例でいくと、日本の株は100株単位で買ってくださいねみたいな話があるんですけど、例えばアメリカとかだと1株から買えるんですよね。何百円とかから投資できるということですか？もうちょっとするかもしれない。でも何千円とか、物によっては何百円とかでも投資できるっていうので、子供と一緒に子供が遊んでるゲームとかいろいろあったりするじゃないですか。でそういったものの株式を1株だけ一緒に買ってみるとか、ゲーム会社の株をちょっと買ってみるとか、テーマパークの株をちょっと買ってみるとか、そういうことですか？でそうすることによって株価が一緒に上がったり下がったりするのを一緒に見ていくじゃないですか。なんで上がったんだろう、なんで下がったんだろうみたいなのを一緒に子供と一緒に会話するみたいな、経済ってこうできてるんだみたいな、身近なニュースとこういう経済こういう風な関係なんだみたいなとかが、子供の理解に進んでつながっていったりとか、あとは買い物一つにしても、例えば、とあるスーパーマーケットで買った卵はいくらだったけれども、こっちのスーパーマーケットでは卵の値段がまた違うとか、でそういうなんかお金に関する会話を増やしていくことによって、何も難しいことはなくって、なんかまずはお金を身近に感じてもらう。でその物価みたいなところを学びになったりとか、お買い物一つにしてもよく言うのはニーズとウォンツってあるんですけど、ニーズっていうのは必要なもの、でウォンツっていうのは欲しいもの、子供に失敗させるのも大事であって、お小遣い渡して、好きに買い物していいよと、でそしたらウォンツばっかり買ってるとニーズが買えないみたいな、どうするの何々君みたいな、でそういう、失敗をいろいろ親子で経験していくことによって、ニーズから買わなくちゃいけないんだなみたいな、で余ったらウォンツなんだなとか、そういうなんかいろいろ実際に社会の中で体験していく、積極的にお金の話をしていくみたいな、そういう意識改革から入ってみるのは一つかなというふうに思います。毎日ニュースを見ていると、例えばホルムズ海峡が事実上封鎖されましたで株価がなんか暴落しましたとか上がりましたとか、本当日々そういった情勢とそういう株価とか、円安円高ってすごく連動していると思うんですけれども、そういうニュースというのをどのように見ていくといいんでしょうか？なるほど。大変なんでしょう、大事なことだと思うんですけども、日々例えばその中東で紛争があってると、であれを映像で見たときに子どもたちがよその国でただ起こってることだって認識するのか、やっぱ身近な出来事、自分たちの関わってくることだって認識するかどうかってすごい大きな差があると思っていて、例えば中東、油があそこでたくさん取れてるんだよねと、でその油が日本にも運ばれてるんだよねっていう中で、車に乗ればほらガソリン代上がってるよねみたいな話から、でガソリン代が上がるとこれ車に乗るお金だけではなくって、海外からいろんなものを持ってきて日本で生活されてるよねみたいな、でそういう値段もどんどん上がってるよねみたいな形で、なんかニュースと自分の生活環境とのつながりがすごい密接に関わってるんだっていうのを教えてあげると、そういう観点を持ちながらニュースを見れるようになると思うんですよね。でこれがまさに生きた金融教育につながってくるかなと思いますので、なんかそういったニュースを見る際にはどういうふうに自分に関わってるかなっていうのを子どもたちと一緒に考えてあげるっていうのは一つかなというふうに思います。では最後に将来を担う子どもたちも含めて、あとは私のような現役世代とかが投資を進める動きというのはこれからも変わらないと思いますし、どんどんむしろ加速していくと思います。そんな中で私たちがどのような準備、あとは心構えで資産運用というのをしていった方がいいのかというのを教えてください。お金に対して不安だって方多いと思うんですけど、それを明確にするというのが大事かなというふうに思ってまして、金融商品もそれこそ投資性の商品もあれば保険みたいなのもあったりみたいな、要は自分が何に対して不安なのかなみたいな、自分が病気して収入が入らなかったらどうしようっていうところに対してはこれ運用ではどうしようもカバーができなくって、この不安に関してじゃあ保険を使いましょうねみたいな話だったりとか、で老後のお金であればじゃあ老後に向けて運用していきましょうみたいな対策だったりとか、
じゃあ今どうするかって、今じゃあ生活費困ってるのに投資始めようって言ってもそれはもう博打と一緒なんで、それって例えばこうもう少し、労働収入を増やすなのか、節約をするなのかみたいな、そんな話になってこようかと思うんですけど、だから自分の、何に対するお金、時間軸で考えて今なのか、将来なのか、こう緊急事態が発生した時なのかみたいな、そういう時間軸を持って何に対して不安なのか、でそれを明確にした上でではどう対策を取るかみたいな、そういった発想を持っていくと、なんかこうぼんやりした不安がちょっと明確になって、安心感にもつながっていくかなと思いますので、そういったなんかこう明確にしていくみたいなところから始めてみるのは一つかなというふうに思います。本日はとても分かりやすく教えていただいてありがとうございました。私は熊本と台湾のニュース発信しますので、皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。